この1年間で特に変わった様子はありませんか？顔色も悪くないようですし、このまま進めていきましょう。問題ないとは思いますけれども、一応精密に検査を行った上での解放になります。そうですね。先に少し確認を行いますから。こちらを見てください。これで今目の奥の穴を見ている状態です。裏側につながる穴です。今あなたは無理やりこの穴を塞いでいるような状態です。そのあたりも含めましてもう一度おさらいをしましょう。ざっと見た感じ問題はありませんので、準備をしながらお話しさせていただきますと、そもそも以前一度言ったことはあると思いますけれども、我々が第6巻とね言っていますけれども、これは便宜上そのように称しているわけでして、正確には、普通のいわゆる5巻の裏側にあたるものをひとまとめにして第6巻と言ってるわけなんです。本来ある5巻ですね。視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚とありますけれども、その五感の裏側にあたるものを第六感と。そしてその第六感、裏側と言いましょうか。その裏側を解放するのに使ったのがこの後ろにあるこちらの器具ですね。これを2022年の3月に使ったはずです。これによってその目や耳や鼻とかにあるその裏側に通じる穴というものがありまして、その穴を、開ける、正確にはほどいていくためのきっかけを作るわけです。それが覚醒です。この機械を使ってそのきっかけを作るわけです。穴になる小さなほつれを作るという感じですね。そのようなイメージです。ただしあなたは別なんです。特別中の特別なんです。つまり少しずつほぐしていくものをあなたは一気に10割広げてしまったわけなんです。これは大問題なんです。なぜなら表と裏側、絶対量というものは同じなんです。裏側を例えば2開けたとしたら、表は本来10あるはずだとしますと8になってしまいます。限界が表が7、裏側が3の比率とされています。今私がそのような状態です。ただしあなたは一気に裏側を10開けてしまった。これは本来あってはならないことです。さあどうなればいいか。そのままにしておくわけにはいきません。身と心の破滅につながってしまうわけです。ですから最初に覚醒を行いましてからおよそ2年間このようにして抑制をしてきたわけなんですね。ただこのまま抑制しておくのももったいないですから、様子を見て少しずつでも解放させていこうということなんですけれども、今日はその検査ということになります。少し目に触れます。それと上を向いてください。目の奥の写真を撮ります。裏側を見るための写真ですか。はい、いいですよ。少し待ってください。今のあなたの目の裏側の写真になります。見えづらいかな。
待ってくださいね。本来お見せするようなものでもないんですけれども、これが裏側の写真ですね。明るすぎるかな。これで見ますと、ポツポツポツと枝分かれ状になっていますね。これが裏側につながる目の奥の穴です。このような穴が他にも鼻や口や耳にもあるのですけれども、この白くなっている部分が今解放されている部分です。それをどんどん広げていくという感じですね。これを見た感じはそんなに今は裏側に侵食されているというわけでもないですから、もう少し解放させてもいいかなと思われます。少し分かりづらいとは思いますけれども、問題ないということでこのまま進めていきますか。今のような目の奥の穴を簡易的に見るのがこの道具です。もう一度ごめんなさい。それでは解放させていきます。解放とは言いましても一気に1とか2とかとは言いません。0.01 そのような単位で少しずつこの穴を広げていきます。正確には今あなたはもう穴は開いている状態で、それをこのような装置、これはちなみに調整する、開いた穴を調整する、広げたり縮めたりする装置ですね。さっきも言いました通り、この最初に使ったのは穴を完全に広げるための装置になりますから、これは調整の装置です。ですから今回あなたはこれを使いません。普通は皆さんこちらを使うんですけれども、あなたを使うのはこちらの、見えてなかったこちら側の装置ですからね。メーターで少し、調整をして、欲張らずにほんと少しずついきますからね。目をつぶってください。今回は目だけを解放させていきますから。もう一度。まずはやっぱり見たいでしょ。その後に聴覚、あとは次は人それぞれですね。味覚か、触覚をね先にしてしまうと少し不気味なので、一番最後に回す人が多いですけれども、もう一度これで確認します。ぼーっと見つめてるだけで大丈夫ですか。
もう少し上げても大丈夫かなと思います。気分は悪くないですか？あまり無理に上げすぎてしまうと頭がなんかこうキーンとかジーンとかって痛くなってくるような音がしてくるような感じがしますから、そうなりましたら言ってください。先ほどは 0.01 ほど解放させてきました。今まだあまり何も見えないと思うんですけれども、今ちなみに言いますと、あなたと僕の間にはこの僕の生き量が何体かいます。見えますか？まだ見えないでしょ。では目を閉じてください。少しキーンとしてきましたか？もう大丈夫。目を塗っときましょうか。極端に目が疲れますから少し薬を塗っておきます。反対側の目も。では再びもう少しだけ上げてね、解放していきますから。もう一度。確認します。これの繰り返しですから、退屈ですけれども待ってください。もう少しやってみてもいいかもしれません。今だいぶ見えてきているはずです。わかりますか？もしかしたらぼんやりと僕の顔のような何か、このレンズを通すと少しわかりやすくなるかもしれません。見えてきましたか？悪さはしないから大丈夫です。もう少しいけそうですね。再度目に当てます。もう一度。しばらくこのままにいてください。離します。少しキーンとしてきましたか？もう一度やってみます。無理でしたら言ってください。大丈夫。まだ耐えれますか？これぐらいに今日はしておきましてですね、最後確認を行います。もうレンズもいらないかもしれません。気休め程度ですから、このレンズは。ではこのままで、様子を見てみまして、もちろん今までとは勝手が違うはずです。
目に見えるだけでしたらさほど問題ないかな。この後聴覚とかもいろいろと解放していくとさらに問題が生じてくるかなと。で、薬がですね、今まで通り同じのを飲んでいても構わないでしょう。その元となる穴を今解放させましたから、薬と装置で穴を塞いでいたのを今少しまた溶かしたような状態ですから、薬も同時にやめてしまいますと少し問題がある可能性がありますから、同じようにお薬は飲んでいてください。その薬がもし効かないとか、何か今までと勝手が違うとかなるようでしたら、また改めて、どちらでしたっけ？ですから、当様式のですよね、お薬ですから、そちらの方に出向いてみてください。